めっちゃ美味しかったです。かすみに2丁。流れ作業はだいぶパパパパでやっていくと思う。はい。もううちはほんまにもともと18番の味も残しつつ新しいものも入れようという形だったから、だからほんま味的にはベースは結構18番のベースが多いですよ。だから朝の朝食なんかもね全部18番の味やし、お客さんもやっぱ喜んでくれるしね、この味残してたら。やっぱりもうこの味はやっぱり遠いとこやったら横浜から来たりしてくれる人もほんま名古屋とかねから来てくれる人もおったり、めっちゃ嬉しいですからね。まあもう18番みたいに安くできんですけどね、最強の店だったからね、中華でも。カス汁が始まったんで、これ始まったらお客さんすごいですよ。だから朝はもうごった返しまくるんで約ですけど180円が200円ぐらい来てるのかな。4時間で。だからほんまに18番のちっちゃい版みたいになってるんですよ。どうしてまたこの場所でされようと思ったんですか？もともと僕があれなんですよ、生まれ育った場所で、もともと地元でやりたかったんですよ、僕。でもう地元でのんびりやろうかなと思ったら、のんびりできなかったんですよ。もうほんまに終わる1年前ぐらいから僕言ってたんですよ。もちろんやっぱりもう人でも向こうおらんようになって、人手不足が深刻すぎて、でもう向こう畳むことになったんですよね。もう18番継ぐのもちょっと怖かったです正直。モンスター店をこう継ぐのはちょっとね、僕も多分兄貴も怖かったんですよ。もう向こうは伊藤がおるからね、100人力っすね。あいつはほんまにめっちゃ動いてくれますから。全然値段とかも出してね、ゼロぐらいの美味しさやったけどみたいな言ってくれるんですけど、社長のコンセプトと合わへんようになってきてるって言ったから、それは多分無理やったんちゃうかなと思うんですけどね、僕はほんまに。でも面白かったですけどね、いい経験させてもらったしね。あんだけ毎日があんだけ来るってもうごく一部の飲食店しかないと思うんですけどね、僕は本当に。酒いますね。これがね、こんだけつけとかないとなくなるんですよ、全部。ほんまにカス汁の割合が多くて。
これなんで大きいしあるんですか？まあやっぱボリューミーですよね。見栄えもあるし、食べ応えもあるし、ね、話題もできるじゃないですか。あそこの唐揚げめっちゃでかいでみたいな、ちょっとした話題もできるんですよ。面白いですね。食べにくいっていう人もいますけどね、やっぱしかじられへんっていう人もいます。なんでまたその朝に営業しようと思いはったんですこうですか。か？はい。朝食のこの豚汁とかカツ汁のこの言うたら朝食のパッケージマーケットが自体が好きやったんで、パッケージがだからもうこのスタイルはこの上新庄でやりたいなみたいな感じで、あんまりこう夜働くの好きじゃないですよ僕。朝の方が好きなんですよ。だから朝早いの方がいいんで、どっちかというと強いんで、まあ、その早すぎるんですけど、仕込みがもう夜じゃないですか。そうなんですよ。いやでもこれぐらいでも全然余裕なんで、もう朝めっちゃ強いんで、なんかこうやりたいことやって、でお客さんが美味しいって言ってくれるだけでいいみたいな人間やから、結構単純な人間やから、これも本当マジ多分よそやったら絶対嘘やろとかって、生活もやっていかないのちゃう。そんなんじゃなくて、ね、お客さんがこの豚汁求めてきてくれるんやったらもうこの味残したいと思うし、やっぱりこの味やって言われるのが一番嬉しいですからね。本当に美味しいって言ってくれる限りはちょっとやっていって、ね、そこだけをこう楽しみにやろうかなみたいな感じですからね。本当にだから値上げっていうのがめっちゃ辛いんですよね、正直。本当に僕からか正直やめてほしいですよね。もう苦しいわ、そこだけは苦しいですよね。まあでもできる限りはあんまり上げじゃないですけど、カスと豚汁合わせて大体そうですね、150か200ぐらいですかね、約。
さんとはまた全然同級生とかね。あ、全然違います。前の職場で一緒やったんですよ。前は僕が資生堂のドライバーやってたんですよ。で、その資生堂の部署でおって、で知り合ってみたいな。そう向こうはね、同級生でしょ。愛とか健太郎は。飲みに来てる人もおるんですよ。味もかなりしっかりします。塩分濃いとかじゃなくて、しっかりコクのある味がガッと飲める卵スープなんで、スープってあんまりね、おかわり聞いたことないじゃないですか。ね、でもスープおかわりしてくれたらめっちゃ嬉しいんですよ。僕よし買ったと思います。僕ご飯おかわり自由にしてるんですけど、スープも一緒にしてるんですけど、絶対一緒に来ますね、おかわりは。ご飯とスープおかわりで絶対に皆さん一緒におかわりしてくれますね。僕の準備体操なんで、これはもう映してくれてもいいんで。もうちゃんとストレッチ絶対するんで、僕朝から。おはようございます。カスミニです。カスショウです。ゴーです。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ポンで、はい、ポンです。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。さっき2番さん。初めて来られたんですか？僕結構何回か4、5回来てるっすね。かす汁初めて食べました。いかがでした？いや、めちゃめちゃ美味しいです。タイで11番。ありがとうございます。どうも。ありがとうございます。バイバイ。もうこれ最高にうまいからな、ほんまに。いつぐらいから来られたんですか？もう何年なのかな。もう20何年。じゃあ昔の頃から18番のそうそうそう、あれから。いやたまたまね
通りかかってきたら見た顔やから、もうなかなかこの味が忘れられんです。いつも何頼まれたりするんですか？大体豚汁とかね、かす汁とか、美味しい美味しい、全然違う。で、日曜日絶対来る人で。日曜日の朝はもう。明日また来るかもしれない。お姉さん、かすみにって言いました。2日に一遍来てますから。ほんまですか？どうも。了解。で、終わったかに。かすみに2丁、スクランブル2丁です。1個入れてくれへん。はい。あと1個、普通ご飯。普通ご飯。で、かす。かすです。1番さんのトーン。で、かす。ありがとうございます。どうも。どうも。もうかす汁が終わった時点で終了。違う。豚汁が生きてるんですよ。ああ。豚汁は絶対に売り切れへんようにしてるんですよ。だから10時までは絶対に行くみたいな。かわいい。イエーイ。イエーイ。かわいい。かわいい。先に。バイバイ。ありがとうございます。お店のお名前の由来なんですけど由来ですか？結構変わってるじゃないですか。ラオフ園ですか？はラオフってあれなんですよ。中国語でトラっていう意味で、トラが集まるっていう園。僕自体が動物の中でトラの性質が好きなんですよ、めっちゃ。っていうのは群れんと一人でもこうバーンってこうね、一人でめっちゃ行動して立ち向かうじゃないですか、トラって。そういう性質がめっちゃ好きなんですよね。僕群れるのめっちゃ嫌いなんで。い。看板に2匹の虎が、いいとこ目つけましたね。書いてあって漢字がそこに刻まれてるじゃないですか。いやー、そこ一番重要なとこですね。あれは子供の名前です。2人おって男の子と女の子なんですけど、あの虎の真ん中に「火と心」って入れてるんですよ。
れは娘ちゃんが作った。そうなの。ココちゃんパクです。そうなんですよ。だから無駄なく。最後の一滴まで。素晴らしいですね。すごいですよ。ぴったしでしょ。ね。ここが難しいです。はい、そうだ。面白い話です。ありがとうございます。すみません。ありがとうございます。はい、半分だからありがとうございます。どうも。立ち上がります。丼。皿うどんもあります。
けもらっちゃう。よし。重くそば。いらっしゃいませ。どうぞ。4名さん。お待たせしました。蒸し色定食です。蒸し色。はい。すいません、前失礼いたします。ありがとうございます。ありがとうございました。どうぞ、やりなさい。ありがとう。それから入ります。大丈夫です。はい。お味いかがでしたか。めっちゃ美味しかったです。意外とあっさりしてて軽くて美味しかった。ありがとうございました。どうもありがとうございます。ちゃんぽんで。もうでも、ね、13時間ですよね。奥さんから見て、旦那さんってどんな方なんですか。いや、もう常に元気で明るいです。こういうの得意じゃないです。もうずっと一人で喋ってます。わからんもんな。明日がわからんもんね。祝日っていう。お土産です。ありがとうございます。食べないでしっかり食べてください。すいません、ありがとうございました。失礼します。お疲れ様です。ありがとうございました。お気をつけて。ありがとうございます。